倉本さんすげえ前にいるんだけど、そんなことある？脳筋な初心者大歓迎マッチみたいな。倉本さんちょっとウォーランダープロデューサー皆さんウォーランダー楽しんでますか？ということでウォーランダーチャンネル MC の山野智蔵です。どうぞよろしくお願いします。ということで今日はいつもと違う雰囲気でオープニングを撮っていると思うんですけれども、シーズン5始まりましたということで今日はスペシャルの回やっていきたいと思います。なんといつもおっさん2人でやっていたこのチャンネルにスペシャルゲスト来ていただいております。倉持ゆかさんです。倉持ゆかです。お願いします。ちょっと豪華な人が来ましたけれどもよろしくお願いいたします。わあ嬉しい、呼んでいただいて。いやちょっとびっくりですね。いや倉持さん来てくれんだみたいな。いや来ますよ。いや呼んでくださってめっちゃ嬉しいです。いやもうかなりやられていただいてる改めてちょっと倉持さん自己紹介していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい、G スターゲーミングという女性 e スポーツチームをプロデュースしております、タレントの倉持ゆかです。もう本当にあれですよね、はい、ウォーランダーだけでなくて幅広いゲームをプレイされておりそうですね、夫が格闘ゲームのプロゲーマーなので、はい、普段はこう夫に習いつつ格闘ゲームとか、いろんなゲームをやっております。はい、というわけで今日は倉持さんと共にゲームプレイとかもやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日もね武さんと共に倉持さん挟んでおりますが、武さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。T シャツ着てないと僕らギリギリ、はい、夜のお店に遊びに来たおっさん2人になるところでギリギリ T シャツがあってセーフ。この T シャツめっちゃ可愛いですよね。そうなんですよ。これすごい防衛やりますっていう感じでこう立候補してる感じの、はい、もう大塚に3枚しかないような T シャツすごい3枚しかないレア結構ですね。レアものなので、これすごい可愛いですね。はい、武さんもかなり倉持さんがやられてるってのはご存知ですか？そうですね、結構倉持さんが初めて遊んでいただいた時から、はい、もう社内でスラックっていう情報を共有するためのツール使ってるんですけど、はい、もうみんなそこのリンクとか貼り付けてすごい嬉しいです。そうですねありがとうございます。こういう発人のアイドルじゃないですか。嬉しい。チェックしてくださってるとは。結構、はい、もうその時からもう倉持さんに出てほしいなって思ってたんですよ。そうだったんです。楽天カップとかでも倉持さん応援させていただいて、ありがとうございます。そうなんですよ。以前ストリーマー80人集めて、はい、楽天カップというイベントでウォーランダーをやらせていただいて、それがきっかけで始めたんですけども、面白すぎてもう120時間やってます。あそこから始めたの？あそこから始めました。嘘？あれからですよ。その後だってシーズン4終わるまでってそんなに時間なかったのに、はい、ミスリーまで行ったんですよ。そうです。前回ミスリルを組みました。いやちょっと上達しすぎだろそれ。いやウォーランダー勢の方々が優しいんですよ。はい、配信で始めたらそのウォーランダーのそのオーラの方々がたくさんコメントくれて、こうやってデッキ組んだらいいですよとか、この呪文がいいですよとか、すごい丁寧に教えてくださって、みんなでこう暗喩が上手みたいな感じで持ち上げてくださって、すごいこのゲーム楽しいと思ってここまでプレイしております。まあ結構フリーツープレイゲームの中では、ユーザーさん皆さん紳士的な方が多いって言われてますね。すごい優しいです。すごいいろんなゲームやらせていただいてるんですけど、こんなにユーザーが優しいゲーム初めてっていうぐらいすごい優しいです。いつもどんな風になってるのか気になりますね。いや他のゲームも優しい方もいるんですけど、結構厳しいことも言われたりするんですけど、ウォーランダーで厳しいこと言われたことがね、みんなすごい優しいです。やっぱユーザーの方が優しいと、このゲームいいな、この界隈優しい、楽しい、もっとやろうってなるんで嬉しいですね。なるほど。でもちょっと観点変えると、今そのコミュニティが楽しかったって話だったんですけど、ゲームのどこにハマったんですか、ゲームのやっぱ戦略性の高さですね。ミニマップ見て、あとそのプレイヤーの方々と結構ディスコードつないでプレイしてるんですけど、その時に裏回ろうとかみんなで話しながらやったりとかして、うまく連携が取れて、タワー一気に取れたりして、でみんなでうまくこっそりはしご登ったりして、コア殴れた時の脳汁が出る気持ちよさ、なるほどね、それにハマりましたね。開発者冥利に尽きる感想ですね。いやなんか倉持さん来てくれると心強いですね。いつも手探りでおっさん2人でマジで新情報をお届けしてたんで。初ゲストなんですか？じゃあ初ゲストです。お、嬉しい。はい、初ゲストで最後のゲストに毎回呼んでくださいよ。ウォーランダー面白くて盛り上げたいんで、毎回呼んでほしいです。はい、大塚まで来ていただければ全部行きますんで。はい。
さあというわけでね、すでにオープニングからいろいろ聞きまくってますけれども今日は何をするかと言いますと、まあ、一応ウォーランダーをね、私とそして倉持さんでプレイさせていただきながら、武さんにいろいろと、まあ、プレイにコメントいただいて、で、まあ、特に倉持さんにいろいろそのプレイヤー目線でいろいろとお話を伺うという企画をやっていきたいと思いますので、ぜひ武さんも気になるところあれば、ぜひ倉持さんにどんどん聞いていただければと思います。では早速やっていきましょう。さあということで、ここからは実際のプレイやっていきたいと思いますが、一番最初に僕聞きたかったのが、デッキどうしてるんですか？デッキはですね、ランクはこちょっと待って、デッキの数増やしすぎだろ。枠8個あるじゃん。俺でも4つしかないのに。ユニオンウォーはこっちにしてたんですけど、ランクはこっちでやってますね。魔法使いが好きなんで。魔法使いフルなんだ。はい。僧侶をね一応入れて。真ん中僧侶。真ん中僧侶で。女才ね。これが好きですね。タワー取る速度がめちゃくちゃ速いのと、マニアックな。はい。これが助かるのと、あとストブリが結構強化されましたよね。強くしました。はい。撃ち落とせなくしました。これがとても楽しいです。今ストブリ結構メタ環境ですよね。サンダーショックでチクチクやってるのが好きなんで、なるほど、接近戦が好きなんですね。名前だからサンダーショック倉持にしてるんで、バラしていくスタイルなんだなと思いましたけど。友蔵さんは戦士？いや、僕ね一応戦士にしてるんですけど、多分一番使えるのは僧侶ですね。そうなんですね。僧侶助かる。これ僕も視聴者に教えてもらったんですけど、ソロでやるんだったらデッキのバランス取った方がいいって言われて、僕はあれなんですよ。本当だ。まずレベルがついてない一発のノーコストで出せる僧侶と戦士を両方入れてるんですよ。これ状況に応じてバランス考えて出して、でスキンも可愛い。工場兵器壊せないときついから魔術師真ん中で、勝負がもう戦士と僧侶って感じです。いいな、うさ耳セラフィムいいですね。でしょ、これいいでしょ。でも技構成どうなってるんですか？全部魔法使い共通ですか？それ。そうですね、共通ですね。一番好きなの何なんですか？サンダーショック。サンダーショックしつつ、もうシャドウステップでかわしつつ、サンダーショックガードされてたらロケパンでガード崩してまたサンダーショックに戻るみたいな。格闘技プレイヤーっぽい。格ゲーですよね、今のね。格ゲーですよね、今のね、発想が。ソウルより。なんか。4位だ、嬉しい。これに入ってると嬉しいですね。さすが。いや。ちょっとあれですかね、今日遊びながら、ちょっといろいろ質問相談に乗っていただきながらプレイするっていう感じで進めさせていただきたいなというふうに思ってます。この間の楽天カップでいろいろユーザーの方からもいろいろ意見いただいたんですけれども、もっとなんか競技性を高めたウォーランダーっていうのを楽しみたいっていう声もいただいてまして、あれですね、話聞きながら丸の内キラキラオイルさんみたいな。しょうがない丸の内キラキラオイル強いんだよな。強いんだよな。なんかこういうことをもっと強化したら、なんか競技シーンとかでも扱われていくようになるんじゃないかって、なんかそういうアイデアってないですかね？そうですね。でも楽天カップでやった時にストリーマーさんたち本当に楽しんでたので、ゲームは本当に面白いんですよ。なので大会頻度を増やしていただいたりとか、ゲームデザインというよりはその外枠にある競技できるための舞台をたくさん用意してあげるってことなんですかね。そうですね、イベントが多いと。競技性高めるんだったら普通にチーム戦やらせるべきだと思います。20名ワンチームちょっとハードル高すぎるじゃないですか。もちろんそれだから4人1チームで募集していく。今って結構カスタムももう個人参加でこちらの運営側でバランス取ってるじゃないですか。4人で出てねっていう大会を1回やるっていうのは一つポイントかなっていう気がします。俺と倉持さん1ミリも連携してないから。倉持さんすげえ前にいるんだけど敵の最前線にいるぞ。連携プレイお願いします。なんか OK です。倉持さん選手より前に出るんだけどそんなことある？脳筋だ。あとはそのウォーランダー勢の方からその中途半端なところで戦うなって言われて、タワーとタワーの間でずっとやっててもこう自利品になっちゃうから、ここは選手が多分一番行かなきゃいけないと思うんですけど。そうなんですよ。それは僕に行けってことですね。そういうことですね。言っていただけたら。じゃあトップレーン戦見ますと思ったらもう倉持さんの方が先に行ってます。判断早えな。いやこの人また丸の内キラキラオイル強すぎるこの人マジで。C 側がちょっと危ないかもしれないです。了解です。じゃあ一旦下がります。はい。
ついに倉持さんに指示出されるようになりました。いやー、新山希望でしたっけ。これがやっぱタワー取れるのが嬉しいですね。D も取りに行きたいな。 D いきますか。はい、ちょっと D 取りに行こうかな。ウォーランダー、はい、ここのシステムもちょっとこうなったらいいのになって思う改善点とかリクエストってありますか？ファイヤーウォールの色を変えてほしいです。はい、それもマストぐらいですよね。今なるほどね。カウンターが取れなくて、結構それはなんかリグループしてる時のウォーランダーのその美しさをちょっと損なってるよなっていうのが結構最近強く感じるんですよね。なるほど。ちょっとそれはスタッフでも同じような声が出ていたので、早速ちょっと明日にでも議題として明日にでも上げていただいて、ありがとうございます。すごい早い。はい。他なんかありますか？じゃあちょっとすいません。来てますコア。あ、またキラキラ OL で攻撃されてます。あら、はい。フルト吐きます。ナイス。これやっぱ難しいですね。こう喋りながら遊ぶっていうのは。目が離せなくて試いや合中。ーすいませんすいません。はい。しかも倉持さんの本質見たな。倉持さん絶対負けたくないよ。いや個人戦だったらともかくやっぱチーム戦でなんか人に迷惑をかけるのがいやもう十分活躍してますよね。ナイス。あ、やった勝利。ー。やった。トップレーン行きました。オッケーです。トットップレーン行きますか。じゃあコマンダーお願いします。コマンダープレイしてないけどコマンダータケ勝つか負けるかじゃないですよ。トップレーン取るかどうかです、ね。はい、わかりました。脇締めて。すごいローランダーやってて初めて言われました。さんちょっともっと声出して。あ、でも順調ですね。もう早くも そうですね。B まで抑えちゃうと。でも真ん中が多分薄いなこれ。目標でこのまま押し切っちゃうのはいいじゃないですかね。お、すごい連携だ。児玉さんありがとう。回復してくれた。だいぶ乱戦になってますね。なんかね、もうトップレーン潔く撤退じゃないですか。ボットの F 取れてるから F。はい、そうですね。いいと思います。いいと思います。倉持さんコマンドを任せした方が。もう IGL 変わっとる。あ、でもちょっと大魔法伊勢海老の来てるから伊勢海老の大魔法。伊勢海老の大魔法やばそうですよ力が。でもボットいいですね。押せてます。ですよ。あ、結構ピンチかもしれない。あー、ちょっと守りが薄いかもしれない。いやでも僕ら攻撃部隊結構押せてるんですよ。いやめっちゃ回復してくれる味方が。押し返しましたね。みんなサンダーショック部隊が強いうちの3人ぐらいでサンダーショックしてる。僧侶のあれがあるからあれを壊したいな石。ああはいはい、女神像です。女神像強いんだよな。なんかアップデート聞いた時はピンとこなかったんだけど。スタッフさんが復活してくれた。優しい。やっぱパワーボムだな。パワーボム切れてるな。わ、しきさんだ。ちょっと詳しいことまで言えないんですけど、はい、今度新しいプロレス技が入るので、はい、ちょっと交互期待です。伊勢海老さんにやられた。ああ、伊勢海老さんにやられた。もう復活してくれてる。待ってお前、うちの僧侶なんてことしてくれない。全然倉持さんと連携できてる。いやでもいますよ、そこにちゃんと。うちのスタッフ2人もクレリックでヒール体制バッチリなので。ボットのいい方かな。おお、ちょっと押されてますね。確かに。一回押されてるんで守備した方がいいかもしれないですね。倉持さんあと技何言ってるんですか。ファイヤーウォールとサンダーストライクですかね。アイスミサイル入れてないんですね。アイスミサイル入れてないですね。最初入れてたんですけど、今の魔法使いはやっぱ物燃やしてほしいって言われて、なるほどね。サンダーストライクに変えました。スタッフさんがめっちゃ回復してくれてる。あったけ。ごめん、倉持さんより後ろ下がっちゃった。今僧侶に変えてきました。俺スーパーカード入れてないんですよね。スーパーカードを入れた方が良くないですか。いやみんな入れてるんで入れた方がいいのかなと思うんですけど、選手のなんか義務な感じがするんですけど、僕なんかローリングにしちゃってるんですよ。多分これソロだからなんですよね。ソロはやっぱキル取りに行かないとニッチもサッチもいかんので、機動力が高いやつ入れたがるんですよ。仲間も守る意識ある人はスーパーガードで、自分さえ良ければいい人はローリング入れるじゃないですか。だから僕がいかに友達おらずに一人でやってるかって感じなんですよ。そうなんですよ。ローリング強いですよ。うわ、一斉者のダメージエグいんだよな。生き返らせましたよ、友蔵さん。ありがとうございます。全然俺後ろ見てないから倉持さんと連携してるんだけどどうなんだか分かんなかった。ちゃんと回復してますよ。ものすごい
大激戦になってますね。それ敵の数が強いな、児玉兄が。えぐいですね。やめてやめて。タワー取り返されましたね。なかなか前に行けない。タワーは取れてるんですけどね。敵の反応早いですね。うまい人は本当ミニマップ、そうっすよね。意識高いですよね。俺マジでミニマップ見えないんですよ。難しいですよね、見るの。うわー、トルネード。あ、でもトルネードやっぱ時間使われるのが嫌ですね。終盤とかでのトルネードのこの時間が。装備って何バフかけてます？私はヒットポイントアップですね。もりもり。ああ、そうなんだ。基本はヒットポイント。格闘家。はい、振ってます。フルト吐きます。はい。やった、伊勢海老を打ち取った。やったやった。ストブリのウルト気持ちいいな。やめて。よし、押し返してる。すごいあれですね。もう状況判断がみんな本当早いですよね。早いですね。上手い人は多分状況判断ですね。一番何が上手いって。ここ勝負ですね。残り40秒。いや、正面多いな。でもいった。ちょっと距離縮めておきたいですね。うわ、すごい来てる。いや、俺いつもなんかチャージアタック絶対負けんだけど、これ何なんだろう。痛い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 。すげえな、ロケットパンチ当ててくる。うわー、やめてやめてやめて。おお。でもあれで死んでないのすごいですね。やっぱキャラコンがうまい、倉持さん。格ゲー版作りますか。うわー、ナイス。コア攻撃ナイスです。おい。このスーッと激戦の中を抜けていける人かっこいいですよね。e スポーツシーンのそのオフイベが女性ばっかなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。もう男性プロゲーマーたちがキャーキャーって言われる感じで。ゲームうまいとモテるんですね。そうですね。ゲームうまいとかっこいいですよ。それはね、旦那さんがそれなんだから一番倉持さんが説得力あるよ。それはそうですね。夫がやっぱゲーセンで連勝してる姿を見て、うわかっこいいってなったので。ということで皆さんゲーム練習しましょう。ゲームが上手い人はかっこいいと思いますよ。さあ、ここでちょっとね、別のコーナーもやっていきたいと思います。せっかく倉持さんに来ていただいているので、たけさんもね、一プレイヤーの倉持さんに聞きたいことがいろいろあるということなので、ちょっとざっくばらんに倉持さんに質問するコーナーをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。Steam とかに書いてあるレビューに対してですね、倉持さんにちょっと逆ツッコミ入れてもらうっていうのをちょっと。私が？ちょっとね、高評価系のところからちょっと、刺さる人には刺さるゲームですと。ただ人口少なくて上級者とマッチするという意見もあるけれど、強い人を倒せると成長していくという実感もあって気持ちよくなれますと。ちなみにこのゲームをおすすめしませんってレビューしてる人たちいますけれど、文句言いながら今でもほぼ毎日プレイをしています。私もその一人ですっていう、レビューいただいてます。これちょっとあれですね。突っ込むというか、どうもありがとうございます。どうですかね、こんな意見いただいてますけれども。やっぱり私も最初始めた時に、またこの方にやられたとかあったりしたんですけど、その戦場で会う方の名前を絶対覚えるので、誰に倒されたとか、次当たった時にその方を倒せた時の気持ちよさがすごいので、だからそれはそれでいいことだなとは思いますね。最初のちょっと壁を乗り越えたらすごくどんどんドハマりしていくゲームだと思うので、なんとかその最初のハードルをなんか超えられる人が多くなるようにしたいですよね。どうですか、倉本さん的にその言語化した時に、こういうゲームジャンルが好きな人は向いてるんじゃないかみたいなのって考察としてあります？そうですね。やっぱモバでいいんですかね。そういうとかタワーディフェンス系が好きな方にはすごくたまらないと思うんですけれども、シューターとか格ゲーよりはモバ系ってことなんですか？でもアクション要素もすごく面白いですし、いい感じでこうシャドウステップで回避して生き延びたりとか、プレイヤースキルが成長してるなって感じられた時すごく気持ちいいので、いろんな方に刺さると思うんですよね。バリスタのエイム絶対負けないみたいな、シュート要素もありますからね。すごい FPS とか好きな方にも刺さる部分もあると思うので、本当にいろんなゲーム好きな方ができると思うので、やってほしい。無料だから。無料ということでよろしくお願いします。無料だから。ちょっと不満点
アバターのスキンに購買意欲をそそるものがないと。奇抜なスキンが欲しいと。で例えば袴、和風、マイクロビキニ。エッチだな。これどうなんですかね。でも、私こういうスキン変えるやつで、エッチなのあったらエッチなのにしちゃいます。なるほど。ミニスカートとかホットパンツとかビキニとかあったら、私はグラビアずっとやってたのもあって可愛い女の子、セクシーな女の子が好きなので、自分のキャラクターにはセクシーにしますね。倉本さんそこまで言っていただいてるならちょっと検討したいと思います。どうですか？水着っていうかビキニアーマーみたいな、世界観を壊さない程度のなんかちょっとセクシーな。これやるって言っちゃっていいのかなって感じ。検討。そうですね、検討ですね。検討していただきたい。2時間ぐらい会議してみたいと思います。じゃあちょっと次の質問にも行かせていただけたらと。チーム分けのバランスが悪すぎると、一方的にやられてしまうことが多いと、なんかまともチーム分けされているとは思えませんっていうこういう意見いただきましたけれど、倉本さんどういうふうに感じてますか？チーム分けってどういうふうになってるんですか？ランクとかで。チーム分け自体は、プレイヤーの中の勝ったり負けたりっていう成績とか、内部レートとバラーポイントとかの獲得しているものを偏差値化してですね、その両チームに分けた時のその偏差値の合計点が同じになるようにしてるんですよ。っていうことをやっていると、それ理論上完璧にちゃんと分かれるはずじゃないかってなるんですけど、ちょっと単純にバラーポイントっていうのも前の試合の状態によってたまたま多く取れてしまったりとかいうことも起こりがちなので、確かにボットが多い戦場だとすごいキル取れちゃったりして、その時めちゃくちゃバラポイントが増えちゃったりとかするから、それの次のねマッチとかでっていうとバランス難しいですよね。やっぱ視聴者参加型やっていきたいですね。それでもう全然初心者でもいいんで、今日生放送あるんで今もうダウンロードして待っててくださいね、チュートリアル終わらして待っててくださいみたいな感じで、初心者大歓迎マッチみたいな。倉本さんちょっとウォーランダープロデューサー大塚に毎日出勤しませんか？さあというわけで今日は倉持さんをお迎えしてやってきましたけれども、名残惜しいですがお別れの時間がやってきましたということで、倉持さんウォーランダーチャンネル出演いただいていかがだったでしょうか？でも普段から楽しく遊ばせていただいているので、今回公式にこうやって呼んでいただけてすごく嬉しかったです。ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも自分の配信とかでもやっていきたいなと思います。さあ武さんもどうですか？倉持さん来ていただきましたけど。いやでも本当なんだろう、いつもちょっとむさいおっさん2人組と違って、なんて言うんですかね、こんなに本当に隣で楽しく遊んでいただけているのを見て、なんか作ってよかったなと思いますし、なんかこれからもっと本当にもっと面白くしていかなければいけないなっていう気持ちになりました。というわけで改めまして倉持さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったんで、またぜひ呼んでください。ぜひぜひまた来ていただければなと思います。ということで倉持さんにも引き続きウォーランダー楽しんでいただき、ぜひまたチャンネルに遊びに来てくださいということでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サンダーショック倉持としてこれからも頑張るんで戦場で会いましょう。プロレスラーみたいな。さあというわけで今回倉持さんにもご出演いただき、1周年を目前に控えてウォーランダーチャンネルさらに勢いを増していきたいと思いますので、チャンネル登録グッドボタンのほどぜひよろしくお願いします。概要欄に倉持さんの公式 X、Twitch の URL も記載しておりますので、こちらの登録もお忘れなく。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。倉持さんありがとう。さようなら。